夢日記。ヒットマンだった俺。今日見た夢は、自分は田舎に住む40代ぐらいの男性で、成功うどくの生活を送っていた。ある時から、自分のもとには2人組のヤクザが来るようになっていた。1人は20代後半で、もう1人はまだ高校を卒業したばかりといった感じの舎弟だった。なぜ2人が訪れるようになったかというと、自分は元凄腕のヒットマンだったらしく、この腕を買って仕事をしてほしい。あわよくば自分の組員になってほしい。という話だった。毎回断っていたが、特に暴言を吐くわけでもなく、物を壊すでもなかったので、一種のトムとジェリー的なお約束のやり取りをどこかで楽しんでいた。このような回想が一瞬のうちに流れると、車が猛スピードでやってきて止まった。助手席には血まみれでうつむいて動かない舎弟がいて、運転席から転げるように降りた兄貴が必死の形相でこちらへ向かってきた。助けてくれ、あんたの力を借りたいと言うと、兄貴は自分にもたれかかるように倒れた。黒いスーツの背中にはいくつもの銃痕が残されていて、黒い生地でもわかるほどに血が滲んでいた。自分はこの2人を嫌がりながらも、どこかで親しみも感じていたことに気がついて、復讐を誓った瞬間にスナイパーライフルで頭を撃ち抜かれた。次に気がつくと、どこかの民家にいた。頭がひどく痛む。頭を触ってみると、粘膜に触れた時のような感触があった。なんとか立ち上がり、鏡を見ると頭蓋骨が割れて脳がそのまま露出していた。自分はなぜこの状態で生きているのか疑問に思いつつも、生きてることは事実なので、このプリンのように頭の上に弱々しく乗っている脳を守るために、頭蓋骨を見つけようと、家の中を探索し始めた。朦朧とした意識の中で土間にたどり着くと、そこには先輩の使用人とおぼしき2人組がいて、自分のことをいつまでも仕事をしない怠け者となじってきた。朦朧とした意識でもその物言いにカチンときて、やりますよ、やりますよ。仕事してほしいなら最初からそう言えばいいでしょう。何の指導もせずに仕事だけしろとかなに、無理言っちゃってるんですか。やりますよ、やりますよ。こっちがいつ仕事したくないなんて言いましたか。ちゃんと指導してくれたらやるんですから、ちゃんと言ったらいいでしょう。とぶち切れたら、先輩の使用人2人が、ならあそこ全部片付けておけと顎で場所を指した。見てみると、庄屋屋敷の物置部屋みたいな感じで、その部屋に行くまでの廊下にも物が溢れていた。自分は、さっきブチ切れた手前、やりたくないとも言えず、ああ、やりますよやりますよ。やったらいいんでしょう。やったらね、と虚勢を張った。一人で黙々と、よくわからない江戸時代風の物品の片付けをしていると、20代ぐらいの細身のやさ男が現れて手伝ってくれた。ごめんね、兄さんたちはあんな物言いしかできないからさ、この量だとあと2ヶ月はかかるかもね、と爽やかに言ってきた。自分はちょっと惚れそうになりながら、ヒットマンだった設定とか脳みそ丸出しの設定とかすっかりなくなっていて、黙々と片付けしてたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。